皆さんこんにちは、哲夫です。ケレというジグをご存知でしょうか？日本語では回し金と言ったりします。主軸のセンターとテールストックのセンターで材料を支えて切削することを両センター削りと言います。この両センター削りをしたい場合、主軸の回転の動力を材料に伝える道具が今回製作するケレです。ケレを使えば精度の良いシャフトを削ったり、つかみしろのない材料を削るときに便利です。なので今回は旋盤とプライス板を使ってケレを自作してみたいと思います。何かちょうど良い材料はあるでしょうか？厚みはこれがちょうど良さそうです。しかし穴がたくさん開いているので、なかなか使えそうなところが見当たりません。設計図を切り抜いて使えそうな部分を探します。そして見つけました。ここの部分が使えそうです。できるだけ削る部分が少なくなるようにバンドソーで不要な部分を切り落とします。旋盤やフライス板の初心者の私にとってこのケレの形はなかなか複雑な形状です。皆さんでしたらどのように段取りをして作りますか？どのような加工方法でどのように段取りするかを考えるのも機械加工の醍醐味ですよね。四苦八苦しながらなんとか完成したので、その様子をご覧ください。まずは基準面が必要だと考え、プライス板で仮の基準面を作りました。プライス板の作業はヤスリを使っての面取りを多用しますね。バイスの上で面取りをしてもバイスを傷めないようにゴムの板を敷きました。その辺りに落ちていたゴムの板ですが、たまたまサイズがぴったりでした。さっき削った仮の基準面を下にして平行な面を作ります。この平行な面ができればこのようにバイスに加えることができるようになります。こうして直角の基準面を作ることができました。手書き線を入れるために青い塗料をスプレーします。中心線を毛書きます。ここは材料を固定する方の穴の中心の位置です。ここからはこの穴の中心の位置を基準としていきます。毛書き線では今後の基準が取りにくそうなので 8mm の穴を開けておきました。そしてそのまま右に行って長穴部分を削りました。溝加工なのでエンドミルは2枚刃です。ついでに側面を仕上げておきます。本当は4枚のエンドミルを使った方が仕上がりが良いのでしょうが、持っていなかったのでそのまま2枚刃のエンドミルを使っています。次は小端部を丸めたくてどうしようか悩んだのですが、以前このフライス板に取り付けた DRO の R を削る機能を使ってみようと思います。削りたい R の半径と刃物の直径を入力すれば DRO が削るべき位置を教えてくれます。ちなみに 0.5mm の移動量で削った結果がこちらです。
小端部の形ができてきたので、大きな丸の方の加工に取り掛かるために部品を固定するジグを作ります。先ほど作った溝に合うように出っ張りと固定するネジ穴を作りました。バイスを45度傾けて斜めの部分を削る準備です。しっかり固定ができました。ダイヤルゲージを取り付けて、先ほど開けた 8mm の穴を使って基準の位置を探します。探せたら DRO のアブソリュートを0にします。ここが削り終わりの位置です。 DRO のインクリメントを0にします。そうすることで削り終わりの位置を間違わずに済みました。アブソリュートの表示に戻して原点に戻ります。こっちも同じ工程ですね。フライス板で大きな穴を開ける工具を作ってないので、次は旋盤の作業になります。先ほど開けておいた 8mm の基準の穴をここでも使えます。材料にいらない余計な穴が開いていたので、今開けている穴が変身してドリルがとてもブレました。油をかけながらなんとか私の持っているドリルの一番大きな 22mm の穴を開けることができました。あとは 52mm の穴になるまで地道にバイトで削っていきます。まだ余計な穴が邪魔をして振動が出ていますね。ここの穴径を 52mm にすることで、完成したければ 50mm の材料を余裕を持って固定できます。バイトがチャックに当たってしまいました。悲しいです。次は外周を削っていきます。先ほどのように DRO の半径を座標を使って削る機能を使っても良いのですが、時間がかかりそうなので新しい方法を試してみます。ネットオークションで買った割り出し台を使ってくるっと回しながら削ってみます。ここのボルト穴に適当にネジを切ったシャフトをねじ込みます。穴の中心をダイヤルゲージを使って見つけます。中心が見つかったら、そこから削りたい場所まで移動します。こんな感じですね。実際に削ってみます。怖いので少しずつ切り込みながら削っています。なんとか削り終わることができました。
最後に45度のミーリングを少し行います。こんな形になりました。ヤスリで面取りをして針を取ります。エッジファインダーを使って中心を見つけました。ここには材料を固定するためのネジ穴を作っていきます。 M8 のピッチ 1.25mm のネジ穴にしました。私のフライス板は剛性が低くきれいに削る技術もないので、全体的に切削痕がたくさんあります。なのでヤスリで削って見た目を少しでも良くしたつもりです。最後に動力を伝える部品を真鍮で作っていきます。真鍮はサクサク削ることができるので楽しいです。ということで、すべての部品が完成しました。作るのに結構時間がかかったので、この組み立ての時間の嬉しさもひとしおです。32mm の丸棒を固定するとこんな感じです。50mm の丸棒を固定するとこんな感じ。この部分を削りすぎてしまったので少し悔やまれますが、初めての作品ということもあり大満足です。丈夫なケレができたと思います。ということで次回はこのケレを使ってテーパーのあるシャフトを削っていこうかと思います。ご興味があれば引き続きこのチャンネルをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。